前回のあらすじ。超能力に目覚めてしまった川村に相談を受けた白鳥は、それを隠すようにアドバイスをする。その後、編集長から調査を依頼されてしまい、目黒超心理学研究所、引用修験道場に行くことにする。だが、どちらも入ることはできなかった。社へ戻った白鳥は、電話でアポイントを取ることにし、目黒超心理学研究所から了解を得るのだった。いよいよ研究所に入れるね。インターホンのボタンを押した。いるよね。当日新聞社の白鳥さんですか？しばらくお待ちください。電話で連絡を取っているので大丈夫だ。初めから取っておけばよかったね。お待たせしました。私は目黒所長の秘書、高木由紀です。どうぞ中へお入りください。ここは応接室かな？新聞社のコンピュータが選別したリストの中に載っていましたので、きっと何かあると信じて取材に来ました。どうして新聞社のコンピュータに選ばれたのかしら。きっと所長の論説が出たはずへのことを書いていたからだわ。ドアが開いて50歳くらいの男性が入ってきた。目黒所長のようだ。白鳥さん、所長です。おじさま、当日新聞社の白鳥さんです。当日新聞社の白鳥です。よろしくお願いいたします。新聞社が取材に来られたのは初めてです。100期のおかげで私の学説が認められたようですな。白鳥さん、私の論文を読みましたか？読んでない。それは残念なことです。では、まとめて質問します。人間の第7巻と超能力者との関係。100期の言う超能力者の同志。神と呼ぶ100期の正体。人間を犯す闇の波動。何か一つでも解明できませんか？そんな一気に聞くの？人間の第7巻は発達次第で超能力が出たり出なかったりするのです。人類の発展とともに忘れられたのか、それとも封印されたのか。100期の言葉を信じれば封印されたのが正しいようですな。めっこはなぜなら100期の夕闇の波動が力を持つ人間を犯せば、人間は神の敵となり、神の創造した地球をもっと早く滅亡させたはずです。力の封印を解かすことができるのは神しかいません。100期の言葉を信じるならってことだよね。地下の研究室に白鳥さんに見せたいデータがあります。それを見れば100期が神だと納得できるかもしれません。白鳥はユキに案内されて地下の研究室に行った。地下にこんなものがあったんだ。この研究室は私の親父が作り、その研究を私が引き継いだので、資料は2代にわたり膨大な量になっています。白鳥さんに見せたかったのはこの古い磁気測定器です。磁気測定器？このような機械で神の到来がわかるのですか？私は秘書の仕事だけでなく、ここでのデータをコンピュータに入れているので、毎日何が変化しているかすぐにわかります。大きな箱型の機械で旧式なメーター式計器とボリュームダイヤルが並び、下の穴から小さな波形の模様をプリンター用紙の中央に書きながら少しずつ流れ落ちている。プリンター？昔のプリンタにはロール状の紙に連続で印字しながら出力し続けるのがあったんですよ。レシートみたいな感じかな？ユキ、磁気測定器のデータが変化している。急いで調べてくれ。おじさま、磁気測定器は私たちが入ってきてから変化し始めました。今？何が起こったのですか？磁気測定器には異常はない。この部屋の磁気が乱れているのか。磁気の乱れにしては変ですが、一定の振幅を保ったまま連続しています。磁気測定器が何かの変動を捉えたようだ。後で調べてみよう。白鳥さん、話の途中ですみません。100期の時もそうでしたが、この機械は昔から他の計測器が反応しないのに何か不明な時期に反応するのです。この機械だけ？何か特別な仕組みがあるのかな？それなのに気象庁の磁気観測には異常がなかったのです。親父の代からこの異常が数十年に一度、不景気に起きるのです。そして異常の起きた数年後は必ずと言っていいほど地球上に戦争や天変地異など異常事態があるのです。数十年に一度ってこの機械いつからあるんだろう？測定データを細かく調べてみると A と B の波動があり交互に現れます。調べた結果100期は A 波動でした。ユキ、A、B 波動の資料を出してきなさい。ユキが書類棚に行った。すごく古い記録紙もありますね。年代順に並べました。所長の言う A 波動と B 波動の記録紙を見れば、わずかだが振幅に違いがある。100期が A 波動だとすると、神の到来説も頷ける。そうかな。100期が大きな影響を与えてるって意味ではそれだけの存在ってことなのかな？黄色に変色した記録紙から、真っ白な記録紙まで12枚が並んでいる。一番新しい記録紙の日付が、100期の現れた日にちと同じだ。時期の強さは同じだが、A 波動と B 波動の振幅の違いがわかるでしょう。ずれてるのはなんとなくわかるけど、100期が神だとしたら、
B 波動の神もいることになりますが、 B 波動も神でなくては困る。私の推論は A と B は双子の神だと思うのだ。百鬼は B 波動の神を目覚めさせようとしているが、もし目覚めたら地球はどうなるか私にもわからない。もう片方の神を目覚めさせようとしてるの？百鬼の同士の超能力者を目覚めさせるって言ってたけど。白鳥さん、所長の推論が正しければ、これから超能力者が次々と現れ、B 波動の神を目覚めさせようとします。そうなんだ。研究室を写真に撮ってもいいですか？それと、所長の推論を記事にしたいのですが。私の推論はまだ発表段階ではないが、その時が来れば白鳥さんに一番に知らせます。あなたと初めて会ったのに、昔からの友達のような気がして、つい長話をしてしまいました。今日の話は、慎重に検討して記事にします。それから、ゆきさんが、所長のことをおじさんと言いましたけど。ユキは私の命で、妻に死に別れてから秘書をしてもらっているのだ。秘書だけでなく、研究員から政府の仕事までしているのですよ。だから電話もインターホンも出られない時もありますけど、めったに人が来ませんから大丈夫です。それは大丈夫なのかな？白鳥は所長と別れた後、ゆきに門の外まで送ってもらった。あとは道場の方か。電話でアポ取っておいた方がいいよね。というわけで電話するために新聞社に戻ってきたよ。電話なら他でもできるのでは。まだみんな出払ってる状態みたいだね。秋山さん、何か連絡がありませんでしたか？白鳥さん、引用修験道場から取材の件で電話が入りました。急いで道場に電話してください。急いで？なんだろう？白鳥さんですか？先ほどは失礼しました。先生が、光と闇の超能力者を書いた方ならぜひにでも取材を受けたいとのことで、今日中に来ていただけませんか？道場に来られましたら門を連続5回叩いてください。百鬼の異変以後、道場に暴徒化した人たちが押し寄せて門をうかつに開けられないのです。ではお願いいたします。そんなことが起こってたのか。早速道場に来たんで、門を叩こう。門が開いて、男性が出てきた。お待たせしました。私は東道場師範、杉山です。先生が奥でお待ちになっていますのでご案内いたします。杉山は、30歳を少し超えた感じの男性だ。武道の師範とは違い、普通のタイプの体格だが、師範としての威厳はある。白鳥は杉山に連れられ、門の中に入った。今回はここまでで、道場は次回としましょうか。研究所で、昔から兆候は出てたって話を聞いたけど、百鬼と反する存在がいるって話だったね。ただ、あの機械だけなんで反応してるのかが謎でしたよね。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。